はい、皆さんこんにちは。今回はですね、カメラで撮影したオブジェクトとテキストをね、こういう線でつなぐ映像、こういうものを簡単に作る有名なプラグインでいうと、プレクサスというものがありますね。それを標準エフェクトのビーム、日本語ではレーザーですね、を使って作りたいと思います。まずこれをやるには ToComp というメソッドを使うんですけれども、まずはそちらの解説からやっていきたいと思います。はい。では、ToComp メソッド練習のために、コンポジション、新規コンポジション、プラクティス。線のコンポジションを作ります。そこにシェイプレイヤー、エリプスツールダブルクリックで、100の円を作ります。名前、サークル。ここに新規レイヤー、新規平面で、フレアという名前の平面を作ります。そこにエフェクトのジェネレート、レンズフレア入れてあげまして、合成するためにね、ブレンドモードを加算にしてあげます。今からやる ToComp メソッド、これは本来の ToComp メソッドとね、イレギュラーな使い方なので、本来の使い方、コンポジションスペースとレイヤースペースの位置を同期させるというものなんですけれども、それを勉強したい方は、僕よりもエクスプレッションを熟知されている方が、ブログとかね、YouTube のチュートリアルをやっているので、そちらを参考にしてください。すいません、全部そちらに丸投げです。では今回の ToComp メソッドの使い方をやっていきます。まずサークルを選択しまして P、ポジションを開きます。フレアのレイヤーの方のエフェクトレンズフレア。これのフレアセンター、ペアレントのピックウィップをサークルのポジションにくっつけます。するともちろんサークルのポジションを動かすとレンズフレアはついてきますね。ポジションの値もフレアセンターの値も一緒です。ただここで問題が生じます。サークル、これを 3D レイヤーにします。もちろんレンズフレアのフレアセンターの値は XY の値しかないんで Z は表示されません。ですのでね、サークルの Z 軸を動かしてあげるとレンズフレア外れちゃうんですよ。フレアの方のね、レイヤー、3D レイヤーにしてあげても一致することはありません。ではこれをどう解消するかというと、フレアセンターのエクスプレッションを開きまして、このコンポジションのレイヤーサークルのトランスフォームのポジションにひっつけていると書いてあるんですけれども、このトランスフォームドットポジション、これを取っちゃいまして、ここに ToComp と書きます。そして今このサークルのね、レイヤー3次元なんで、ここにこのサークルのレイヤーのアンカーポイント000と取得してあげます。するとピタッとサークルとレンズフレアが一致します。これ値を見てほしいんですけれども、さっきまで一致していた X と Y の数値がなんかバラバラになっていますよね。Z を0に戻してあげると、こういう風にね、X と Y 一致するんですよ。でも Z を動かすと X と Y の値バラバラになるんですけれども、見た目はね、一致しているようになります。これ X と Y 動かしてもくっついてきます。この ToComp メソッドはね、このレンズフレアのフレアセンターのようにパラメータが2つしかないものを無理やりこのペアレントした3次元のサークルのポジション
に合わせているように見せてくれるというメソッドです。ですので Z 軸をね、こう動かしてもレンズフレアが Z の方向に動くということではなくて、レンズフレアの XY の値を疑似的にサークルの XY と一致させますよというメソッドになります。このやり方はこのフレアのようにね、パラメータが2個しかないエフェクト、例えばレディオウェーブとかビーム、デモ映像で使っているようなレーザーにも適用できますので、デモ映像のようなこういうレーザーを3次元でつなぐやり方をやってみたいと思います。はい、それではフル HD でメインコンポを作ります。1920の1080、5秒といたしましょう。ここにエンバットエレメントさんから調達したシーザーの映像を入れたいんですけれども、これサイズが合わないんですよね。ですので、こいつをね、コンポジションにぶち込んで、このコンポジションをフル HD にしてあげます。フレームレートも合わせてあげます。そして、レイヤートランスフォーム、横幅を合わせてあげます。このようにしてからね、メインコンポジションに入れてあげると、このコンポジションを選択してね、トラックカメラね、これでトラッキングしてもエラーが出なくなります。はい、カメラトラッキングが終了したんで、まずはカエサル、シーザーにポリゴンをつけたいと思います。この肩の位置、ポイントを一つ選択しまして、右クリック。ここにクリエイトソリッド&カメラを選択します。すると、アンカーポイントが X10、Y10 にある、こういうね、横20、縦20のね、平面ができます。こいつ名前をポイント1とします。次にまたカメラトラッカー、エフェクト選択して、今度はこっちの肩にね、右クリックで、クリエイトソリッド。こいつを名前を P2 とします。もう一個、胸のあたりに、クリエイトソリッド。こいつを P3 とします。次に、この P1、P2、P3 全部選択して、レイヤーでトランスフォーム、オートオリエント、自動方向ですね。で、カメラの向きに向かって自動方向にさせて OK を押します。P1 を選んで、マスクね、エリプスツールの状態でダブルクリックをします。P2 もダブルクリック。P3 もダブルクリック。すると、このね、平面が円形になります。はい。では次に、ビームエフェクトを作りたいと思うので、レイヤー、ニューソリッド。作ります。まずは、ポイント1とポイント2をつなげたいので、ここを P1、P2 という名前にします。エフェクト、ジェネレート、ビームを選択します。レングス 100%、スターティングシックネス1、エンディングシックネス1、ソフトネスはいらないので0、ラインは白にします。この P1、P2、ビームエフェクト、スターティングポイントを P1 につけてあげます。するとエラーが出てますね。これは先ほどやったように P1 の値が XYZ とあるのに対してビームのスターティングポイントの値は XY しかないのでエラーが出ています。そこを先ほど書いたようにレイヤーの名前の後にドットto コンポカッコで閉じてここをアンカーポイント000にしてあげます。するとレーザーのねスタートポイントがこのねポイント1の平面のところに動いたんですが、
これちょっとずれてますよね。それはなぜかというと、ポイント1、これのアンカーポイントが10、10、0になっているので、ここのアンカーポイントをね、揃えてあげます。するとね、ちょうど円の中心に行くようになります。今度はエンディングポイント。これを P2 につなげたいので、ペアレントのピックウィップでポイント2つなげてあげます。ここも to コンポで配列の先ほどと同じように10、10、0とやってあげます。するとね、ポイント1とポイント2、これが連結できました。はい。では、このポイント1、ポイント2をつなげたので、今度は2と3と1と3をつなげたいと思います。ビームエフェクトのレイヤー、これをコマンド D で複製して、P1、P3 という名前で、エンディングポイントの方、レイヤー名を P3 に変えてあげます。1と3がつながりました。もう一度複製して、今度は2と3をつなげたいので、2、3という名前にしてあげます。スターティングポイント、2から出したいので P2、エンディングポイント P3 までですね。するとこのような三角形のポリゴンのラインができました。ポイントが分かりやすいように、このね、作った平面、そのままの色にしてたんですけれども、これにエフェクトのジェネレート、フィル、塗りですね。塗りで真っ白くしてあげます。塗りのエフェクトをコピーして、2と3にも適用してあげます。するとこんな感じになります。ドットがね、大きいんだったらね、トランスフォームで少し小さくしてあげればいいと思います。はい、次にテキスト部分を作りたいと思います。3D トラッカーでトラッキングした映像、これの 3D カメラトラッカーでシーサーに向かってね、並列になるようにポイントを4つ選んであげます。右クリックで Create テキストを押します。するとね、テキストができました。これでシーサーと同じように動くテキストができてるんですけれども、これの大きさを調整してあげます。テキストをシーザーに変えて、色をホワイトにします。そして、Z 軸にね、ちょっと手前の方にしてあげて、位置を調整します。必要に応じて X ローテーションや Y ローテーションで傾きも調整します。デモのように、このテキストのラインだけ欲しいので、塗りじゃなくてラインに変更します。ラインの細さは 0.25 ぐらいにしておきましょうか。ここにレイヤー、新規、塗るオブジェクトを作ります。塗るオブジェクトを 3D レイヤーにして、ペアレントのピックウィップ。これをシフトを押しながらテキストのね、シーサーつけてあげると、このようにね、アンカーポイントが一致してペアリングできるので、こいつ名前をテキストのポイント1としてあげます。そうしたらテキストポイント1のポジションを好きな位置に X と Y を使って移動させてあげます。C のね、この端っこの部分にしましょう。はい。これでちょうどね、端っこの部分になりました。そしたら、レーザーのレイヤー。これをコマンド D で複製して、レーザーのポイント1からテキストのポイント1までレーザーでひっつけたいと思います。エフェクトのビーム、スターティングポイント。これを P1 にして、そこからエンディングポイント、テキストの P1 につなげたいと思います。するとね、こういう風に線が伸びたんですけど、
これもずれてるんで、ずれてるのはテキストポイント1のアンカーポイントがね、000なんで、テキストポイントの方はアンカーポイントを0にしてあげます。テキストポイント1の方にひっつくようになります。これをまた複製して、今度はポイント2からテキストポイント1につなげたいと思います。ビームエフェクトのスターティングポイントをポイント2にしてあげます。するとテキストポイント2からテキストポイント1にもひっつくようになります。では同じようにこれを複製してポイント3からテキストポイント1までひっつけたいと思います。これもスターティングポイント P を3にしてあげればこのようにね、うまい具合にくっつきます。このテキストのポイントの方もコマンド D で複製してテキストポイント2を作って、でポジションを別の位置移動します。今度はとりあえず R のね端っこにつけます。このビームのレイヤーを複製して今ねポイント3から次はテキストポイント2につなげてあげたいと思います。するとテキストポイント2の方にも線が伸びます。ポイント1とポイント2にもつなげてあげたいと思います。はい、同じ要領でね、これ全部テキストの方のポイントとこのね、オブジェクトの方のね、ポイントつなげたんですけれども、このような映像になりました。はい、では最後にワンアイデア。このね、デモ映像のようにね、線が出てくる前にピコピコピコって光って出るやり方をやりたいと思います。1秒からこの線をね、ピコピコピコって出したいので、とりあえずポイント以外を非表示にして、ポイント1秒まで切ってあげます。ポイント1のトランスフォーム、オパシティにエクスプレッションを書いてあげます。もしタイム、時間が1秒以上の時、なおかつタイム、時間が2秒より下の場合、ここにランダムメソッドでオパシティは0から100まで出したいと書きます。1秒間に8回ぐらいでいいので、ポスタライズタイム、ここを8としてあげます。else、そうでなければ 75% の値と書いてあげます。するとね、ポイント1がこんな感じで点滅いたします。めんどくさいんですけどね、このさっき書いたエクスプレッション、こいつをコピーして、ポイント2のね、オパシティにも貼り付けてあげます。ポイント3のオパシティにも貼り付けてあげます。すると3点が点滅します。このね、胸のポリゴン、それも点滅させたいので、1秒まで切って、ここもトランスフォームのオパシティに貼り付けてあげます。はい、それぞれ貼り付けたらこんな感じになりました。そうしたらね、テキストは2秒から出したいので、残りのものを全部2秒まで切ってあげれば、このようにピコピコピコって光ってからカットで文字が出るというアニメーションになります。はい、今回はここまでで以上なんですけれども、これはデモの映像のようにね、ゆっくり動くね、映像にしてあげるとね、綺麗にカメラトラッキングができるので、うまくできると思います。それでは今回は標準エフェクトのみで、フレクサス風なオブジェクトの連結を作るというチュートリアルでした。最後までご視聴ありがとうございました。